サイコマキア、やってな。絶対にホラーとわかるタイトル画面だね。自分でやらないの？鬼くらいから嫌やで。あかねちゃんが暗さに弱すぎるだけだから言うほど暗くないと思うよ。あらすじは道中で語るからとりあえず始めてくれな。それじゃ、始めまーす。1分くらいは素材そのままの暗さを楽しんでな。お、導入あるんだ。病院かな？どこで病院だと思ったんです？普通にそう見えるじゃん。ほやばそう。せやろ。お、動けるね。導入シーン終わったんです。とりあえず正面の扉開けてみるか。明るくなるまで私にできることないかもです。それじゃサクサク進んでいく？移動が遅いのが難点だね。移動とかチェックとかダッシュとかの使用するキーは全てコンフィグできるで。最高だね。お、鍵だ。右上に鍵アイコンが出たので取得したことは分かりました。反対の扉か？扉2つあるんですね。連絡通路っぽいしね。ここからはだいぶ明るそうだね。まあ程よく明るくしていくで。見えるって素敵。トイレに判定はないや。長そうな廊下ですしどんどん進みましょう。部屋の中は見えない感じ？見れなそうですね。全部見ていくか。どれくらい部屋があるのか楽しみですね。ウォーキング系の空気してるしたくさんありそうだよね。ウォーキングとホラー要素を融合させたらしくて、ナレーションなしで心理的な恐怖を与えることで、没入感を感じさせてくれるらしいで、何かが起きた後には鍵が手に入るとも書いてあったわ。よくあるウォーキングホラーってことか。赤い部屋。ちょっと懐かしいワードだ。わからぬ。このゲームの舞台設定は、精神病院の暗い廊下で迷子になって、超常現象が起こる不気味な空間に閉じ込められて、狂気の淵に追いやられるって書いてあったで、迷子ってことは脱出方法を模索すればいいんだね。狂気に飲まれるオチでも、ホラーとしてはいいかもですけどね。左が空いてる。奥の部屋は空いてなさそうですし、そこ以外に行ける場所ないですね。あ、神のアイテムがある。暗くても見えるならいらないじゃないですか。頑張ったら見えるけど頑張って見なきゃ見えないのはおかしいとは思ってるからね。寝起きのお姉ちゃんの声がしました。想像にたやすいね。なんかうち二人に悪いことしたか？音が優しい。ライトで照らしたのに襲ってこなかったですね。牽制で済んだね。言うほど明るくないからやろ。敵をうっかり照らしちゃっても問題ないってことが分かったから OK。 あ、廊下の一番奥に扉が増えてます。3時のおやつ前だ。牛蜜時では。牛蜜時は3時じゃないよ。それじゃ進んでいく。電話。後々なって驚かせてくるでしょうね。ちょっと登ったけど次の回かな。見覚えあるなここ。私はないです。あ、ここ最初の部屋だよ。なら私にはわからないですね。このゴミ箱から鍵が出てきたんだよね。知らない話ですね。後ろ？トイレ解禁ですね。未解禁みたいだ。こっちも大きな声出して相殺してみる？しないでいいですけど開かないんです。叫び声の後も開くのは無理だったよ。進みますか。人形が見える。そうですね。ライトを手に入れた甲斐がありましたね。お、こっちはベッドだ。ですね。ライトのおかげでよく見えます。目覚まし時計が見える。後々音が鳴って驚かせてきそう。車椅子ね。どこも開かないんです。開かないから外から見て一言添えるしかやることないね。これもしかして異常探し系なんじゃないです？異常あったら引き返せ的な。ダッシュでこの速さなのに引き返したくないな。間違い探しゲーじゃないから安心して遊べ。何ゲーなの？普通にホラーや。おお、空いてる。時計の時間が進んでますね。おやつ食べに離脱したい気持ちはあるよ。揺らせるものは揺らす。ゆりかご。赤ちゃん用の部屋なのかな？割と独房なんですけど。獄中出産したのかも。お、鍵ゲット。チェックマークが大きいから暗くてもなんとかなるのよくできてますね。鍵取った瞬間に爆音で赤ちゃん出てくると思ったけど違うか。ジャンプスケアに脳を破壊されてらっしゃる。
同じ場所？やっぱり異常探し系なんじゃ。進むたびにどんどん部屋が開くから、視覚と聴覚で恐怖を楽しんでいくんやで。ほえー、結構部屋があったから長く楽しめそうだね。ちょっとワクワクしてきました。この鼻息は主人公のです。トイレからじゃない？てかこれ息の音じゃなくて何かを切ってる音じゃない？ほえー。ホラゲーだから何切ってるか大体想像つきますね。森で木をひたすら切るホラゲーあったからそれかな？人体に決まってるじゃないですか。ちょくちょくピシッとかラップ音鳴るくらいで何もないな。ラップ音鳴ってるなら何かあるじゃないですか。全く見えなかったけど鍵ゲット。音がヒントになってたのでよしです。で、鍵を手に入れたら進めばいいんだね。暗さと速さ以外は続々系で楽しいですね。まずはトイレチェックからする。近いから手間じゃないですもんね。猫かな？何が出てきても不気味ではあります。いや、解体道具持った人のシルエット見えましたよ。赤ちゃんの鳴き声。止まってないなら生きてるだろうし OK。 何が OK なんですかね。敵の姿は見えないから安心して調べられそうだ。何これ？人の上半身。黒いブロックは何なのかなって。設定のセンシティブ規制にチェック入れといたからそれやろな。余計なことを。お、鍵。これ赤ちゃん沈んでません？流せってこと？ノータイムで流す判断するのはイカれてると思います。トイレはちゃんと流せって言われて育ってきたからな。まあ判定がないから諦める。というか手で助けてあげたりもできないんですね。まあ便器の中見えんから何が入ってるかわからないんやろな。じゃあトイレの電気がついた今なら流せるってことだね。ついても暗いんですけど。蓋閉じれた。閉じてから流せは言われて育ってないな。割と気分は良くないです。ならホラーゲームとしてはいい演出ってことだね。音と雰囲気はかなりいいと思います。なんか来てる。まずい、隠れなきゃ。隠れたいなら電気消しましょう。消したら敵の姿を拝めないじゃん。つけてても見えないから消していいですよ別に。別に襲いかかってくるとかでもないか。そもそも襲ってくる系なんですかねこれ。ライト取った時に棚を倒されたから襲ってくる系だと思ってるよ。トイレで手に入れた鍵で次へ。鍵手に入れた後に他の部屋に何かあるわけでもないっぽいですね。シンプルでいいね。手形。扉の外側に手形はホラーでよく聞く話だよね。さっき開けられた時につけられたんですかね。一応もう一回流しとくか。なんでわざわざ。トイレは流せって教育を受けてきたからね。教わらずとも自然と身につくからそういう教育を受けた覚えはないですね。ウェルカム？今回のお部屋はそちらですか。ノイズは即止めるよ。不思議な音が流れる予兆かもしれないのに、ホラゲのノイズ音はイントロみたいなもんやしな。絵が落ちた SE なのか含み笑いなのかどっち？調べる連打してたら鍵ゲット。お薬いっぱいですね。薬物中毒なのか治療中なのか判断に困るところだ。これもしかしてラジオからの声か？お、やったぜ。ビビろ。出るときと入るときは覚悟を決めちゃってるから。一部屋終えたから次進むで。ここは外から人形が見えてた部屋だね。暗い場所で見る人形不気味ですね。遠すぎて届かないな。飛び越えるのも無理。ビビろ。人形を相手にするときに油断しているわけがないじゃん。これ頭に釘刺してる？わら人形のすごい版って感じですかね。無垢な子供こそこういうことするイメージある。歪んでますね。扉開いてません。人形の部屋で取った鍵使ってないのに、ここに来て一番の謎だ。しかもここに何か仕掛けられてるわけでもないのか。謎ですね。こんなのあったっけ？なかったと思うけど。赤ちゃんを失って薬に逃げた人が亡くなった姿とか、何かしらのストーリー性があるかはストアから判断できんかったで。自由に想像して楽しめるってことだね。何の音です？入れんが？入ってこられたくなさそうなバリケードされてますよ。鍵だけくれればいいもん。
ほな次や、順調ですけどまだ目的がよくわからないです。ウォーキングホラーだし歩くのが目的でもあるっしょ。ホラーでよく見るオブジェクト、十字架があるから鍵を取ったら化け物が現れるんだろうね。何も起きないのか。逆さ十字になった。わからんし進む。おお、やっと電話に出番だ。2.1 切り。それはもう普通のコーリングだと思います。次の廊下は何もないから、同側の明るさ補正なしでウォーキングを楽しんでくるな。何もないことをばらされたウォーキングで何を楽しめと？これまで通りゴミ箱をチェックしてトイレに向かおうね。もうトイレで不思議なことは起きない気がするんですけど、なんで毎回行くんです？蓋は開かないけど流すことはできるから流すべきなのかなと。まあデメリットもないしいっか。じゃあドアチェックしていく。ダッシュ機能を使って。ずっとダッシュはしてるよ。ほえー、そっか。ちょくちょく笑われるけど何をしてあげればいいのかわからない。笑い返してあげればいいんじゃないです？優しい世界が出来上がるね。お、もう奥か。本当に何もなかったですね。ワンチャン開くとか？気づいたら持ってたりとかもないよね。一度入った部屋にあるとかですかね。何かあるじゃん。それはそれとして鍵は？今のがトリガーになってどこかに置かれたとかですかね。どこかの部屋が開いたとかかもね。戻ろう。モドンナそこにあるわ。進もう。目が慣れたので楽しくなってきました。めっちゃ明るい部屋がある。神の休息地ですね。探索しやすくていいね。殺すぞ。ことの端前は暗闇に弱すぎる。明るさにも弱いので白背景のウェブサイトは苦手です。まともに生活を送るの難しそう。お風呂があったところが開いてる。私は覗く派なので浴室に突入はちょっと。誰もいないから何の犯罪にもならないよ。何か出てくるの覚悟してたけど何されたんだろう。よく見ると手を拘束して出られなくする器具ついてません？媚薬に沈める時のやつ。ちょっとかわいい。どこが？近づいてくる感じが犬みたいだったもん。はわかんないです。なんかいたな。なんかいましたよって電話するのも無理か。誰にするつもりなんですかねそれ。車椅子は突っ込んでくるもの。どんな世界で生きてきたんです？いやほら。ちょっと揺れただけでこれくらいの動きはありえそう。じゃあ進もうか。後ろから突っ込んできたりもないのか。本気で車椅子を武器か何かだと思ってます？何か投げられた？空き缶？車椅子に透明人間乗ってたとか？乗ってたならそのまま突っ込んでこいって思っちゃう。次進みましょう。トイレはちゃんと流したよ。ちゃんと流せて偉いって褒めるまで続ける感じです。ああ、窓が開いてたのか。鍵は？ない。自動窓？何かが覗いてきてるわけでもないの？特に何もなさそうだけど閉めて出ていくか。鍵ないですね。背中を見せたら窓を開けられるのかもしれないし。
見ながら出て行ってみる。お、何？後ろからの音で合ってる？わからないときは進んじゃいましょう。目覚ましの音。ラジオの部屋の奥ですね。あえてラジオから流してるとかないよね。何があえてなんですかね。勝手に止まった？止まるまでが短すぎて、これじゃ起きれなそう。人感センサーか？そんな目覚まし時計使いにくそう。開いたからよし。鍵いらないパターンもあるんだ。見逃ししてて戻ることにならなくてよかったよ。外から見た時の印象が薄い部屋って入ったかわかんなくなるよね。確かに今までと比べたら普通の部屋ですね。子守歌聞こえない？聞こえますね。眠くなってくるね。いい目覚ましだ。なぜかマリオパーティーを思い出したよ。なんでですかね。じゃあ次。見慣れたスタート地点。相変わらずゴミはないね。外開きの扉なんてあったっけ？あそこは黒い袋が横たわってたあたりですね。絶対復活してるじゃん。人間サイズでしたけど死体が入ってたとは限りませんよ。人間サイズで死体じゃないものが入ってても割と不気味なんだが。等身大ドールの梱包あんな感じかと。ふざけてごめんなさいでした。やっぱり車椅子は武器だったね。認めたくはないですけどそうですね。現場突入。恐ろしいくらい何もないな。笑われてますよ。壁にカウントが書かれてるけど閉じ込められてる人でもいたのかな。何もない部屋に閉じ込められるのかなりきついと思います。3日が限度だよね。3日もきつくない？あれ？扉閉まってる？扉が開かないことに気を取られてて全く怖くなかった。さて行こう。もうトイレはいいの？歩くの遅いから余計な場所行きたくない気持ちが勝っちゃった。また笑われてますよ。逆さ十字の部屋か。謎ダンス？尻文字だと思いました。シスター？何その感想？シスターの打撃武器と投擲武器は十字架だからね。そうなんですね。なんすか？終わり？実績が終わりを告げとるで。最初と同じシーンだ。本当に終わりなんですね。音と雰囲気は良かったね。びっくり要素もありましたけど続々系でしたね。話がよくわからないのはウォーキングホラーでは普通だからまあよし。歩く速さだけもっと良くしてくれたら隅々まで探索しようって思えるかな。同じ場所を歩かせるには遅すぎた印象はあります。暗さは？別に普通に見えたし。大事なホラー要素全部見えんかったぞ。音で怖がらせてくれたからオーケー。ならええわ。一番最初の鍵の取得率が低いからやっぱ暗すぎなんやとうちは思うで。アップデートはされていく的なこと書かれてるし、これからに期待ですかね。30分くらいリアリティのある不気味な空間を歩きたい人にはおすすめ。驚きやお話が欲しい人には向いてないね。それじゃ今回はここまで。次も何かあればまた。お疲れ様でした。